副業で稼ぐのにですね、大切だったことをざっくばらんにですね、ちょっと解説していこうかなと思ってます。で、もともと僕サラリーマンやってて、知ってる方は知ってるんですけれども、2019年、今年の3月までですね、サラリーマンやってて、で、ブログもやってて、で、不動産投資やってて、で、YouTube やってるってことで、それぞれですね、不動産投資で月100万ぐらいですかね。で、あと、ブログで月100万ぐらいで、YouTube 月100とか200ぐらいですかね。全部合わせると300ぐらいですかね、月今稼げるようになってるんですけれども、そういうね、初めからそうではなくって、いろいろ試行錯誤してきて稼げるようになったので、どういう感じでこうやってきたかっていうのをね、リアル感出してですね、解説していこうかなと思います。で、今はね、何やってるかっていうと、一応会社の経営者って感じでですね、自分自身2015年に会社サラリーマンやりながらですね、会社を起こしてて、そこ名義でですね、この YouTube の収入もそのサラリーマンではなくて、その会社に入ってるんですけども、会社名義でやってるってことになっています。で、サラリーマン時代の話なんですけれども、普通のですねサラリーマンでした。で、あんま稼ぐとこが考えたことなくって、2003年ぐらいに研究開発の仕事入って、で、その時はね本当にね研究開発ずくめだったんですよね。その仕事に命を懸けるみたいな感じで、本当ね世界初のですね商品をこう作ってみたかった、自分自身でこういうことやりたいんだみたいなすごい強いことがあったので、それをねずっとやってましたと。だから自分で稼ぐっていうよりもその会社の成績を上げるのが常にそれを考えてて、他社ですね、競合他社にどうやって勝つかみたいなの、そういうのをずっとやってましたと。で、結構ね魂削って働いてて、どれぐらいだろう、年間600時間ぐらいですかね、残業切ったことはないですね。年間600は多い時だと年間900時間だから、75時間ぐらいとかですかね。月75時間ぐらい残業が、3年続いた時とかもあったりとかして、ほぼね仕事だけやってたような感じですね。で、自分自身のこういうなんか YouTube のプレゼントとか今まさにダイレクトに話してるスキルもほぼねサラリーマンで結構身についちゃったような感じなんですよ。だからサラリーマンをしっかりねやっとけばそれなりにこう稼げるスキルはね身につく人は身につくとっていうところでいいかなと思ってます。で、まずはねこう結構サラリーマンの収入増やすっていうのは今もしサラリーマンであれば手っ取り早いと思いますね。で、副業でやっぱすぐ稼ぐって難しいんですよ。で、稼ぎ続けるのはやっぱ難しくて、失敗した人とかね、むちゃくちゃ見てきたんですよね。だから結構一部のインフルエンサーはやっぱサラリーマンはディスって、サラリーマン稼げないとか、サラリーマンなんちゃらとか言ってるんですけども、やっぱね、こう、サラリーマンほど安定して稼げるものってなかなかないんですよね。で、やっぱ稼げてる人はね、やっぱサラリーマンの給料と比べるのはこうアホらしくなっちゃうの人もいるかもしれないですけども、サラリーマンみたいに月ね20万とか30万とか毎月安定して入ってくるっていうのは本当ね良いことですし、それ以上にねこうサラリーマン稼げないって言ってるけど、それ以上のね貧困フリーランサーみたいなのがいっぱいいるんですよね。ブラック企業に勤めてたんですかって話はあるんですけど、そのブラックかどうかっていうとブラックではなかったんですよ。ただその自分自身どうしてもその世界初を成し遂げたいという強い思いがあって、でどうしてもその納期間に合わせないといけないとか、どうしてもここはこうやらなきゃいけないみたいなのがあったんで自分で働いてましたね。だから本当にブラックかどうかっていうとブラックではないです。ホワイトですね。で働き方も自分である程度制限できるので、本当に自分自身で世界初をどうしてもやって、で世界の競合他社を倒したいっていうこう思いがあったからこそ、そういうブラックを選んだっていうか、自分でそういうブラック的な働き方をした。だから自分自身でねブラックってイメージはなかったですね。残業代も出てましたし、で、もう一回戻ると、それ以上の貧困のフリーランサーって結構いるので、だから安易にサラリーマン辞めてすぐフリーランスをやって、それでその稼ぐっていうのは結構難しいので、まずはねこう本業の、お金をこう上げるっていうのは結構重要なので、転職ねしたりとか、なかなかその、今の給料を上げるとかでね職業変えたりとか、そっちはね意外と手っ取り早いんで、それで安定収入して、種銭作るっていうのは結構ありだと思いますね。で、サラリーマンの仕事を結構極めていくと2通りいるんですよね。サラリーマンも本当に言われたことをやるサラリーマンと、本当考えを持って僕みたいにこう自由自在にやりたいことやっちゃうサラリーマンと2通りいるんですよ。
で例えばプレゼンテーションとかもこういうプレゼンテーションやる機会ある職業の方いらっしゃると思うんですけども、それもね職業としてそのサラリーマンの中でプレゼンテーションを極めていかにこう分かりやすい提案をですね上司にできるかとか、そのメールを1本メール打つにしてもそのメールでね1000人ぐらいメール送ったりするときにその1000人に、誰が見ても意味が通じるようにその1000人がちゃんと理解できるように分かりやすくメール書くとか、そういうスキルがあればねブログとかねこう YouTube に生きるわけなんですよ。で逆に言うとそこでもう適当にもうその1000人が見てもわけわかんないやって混乱でもいいやって何も考えずポンとメールを送っちゃうような人はですねやっぱ伸びないですよね。だからそうやって日々その仕事の中でいかにねこう楽して相手も受け取る側も楽するかとか、そういう試行錯誤することでサラリーマンやりながらもねスキルを身につけられたりとか、もし部下いる人がいればですね部下の教育とかですねマネージメントをやってみたりとかですね、あとそういう仕組みを作ってみたりとか、例えば今ツールがね仕事の会社の仕組みがダメですとかあったりとかして、それは会社の仕組みが悪いからって言って愚痴ってる人は山ほどいるんですけども、じゃあ実際にその仕組みを変えてちゃんと回るぐらいの仕組みを作れる人ってほんと 0.1% もいないんですよ。ごちゃごちゃまたこの仕組みがねこうハンコをいっぱい押さなきゃいけないとか確認項目が多すぎるからとかねごちゃごちゃ言うやつはもう山ほどいるんだけど、もううるせえとじゃあお前ら変えてみろって言って変えれる人ってほんと少ないんですよね。だからそういう問題点を変えれる人になれば全然会社の中でもいけると。ただむちゃくちゃねその抵抗勢力っていうのむちゃくちゃいるんで、だからそういう人たちをこう解き伏せてね、時には倒してですね時にはこう、ちゃんと繰り返していただきですねうまいこと年上だろうが役職上だろうがなんだろうがもうそういう人たちをすっかり説得するという。ツールがね会社のツールが悪いよとか言ったらもう自分たちで作るとかね、よくやってましたねそういうことをっていう風にしていけばですね、結構そのサラリーマンやってでも副業にも生きるし、他社でも通用する人はいるはずなんですよね。だから本当二通りですね。どっちでもいいんですよ別に言われたままやるっていうのもそれはそういう職業必要なので、なんかそれをねこう言われたことやらないでこうどうこうやるっていう感じにやると面倒くさくなっちゃうんで、だからどっち取ってもいいんですけどもそういう仕組み作ったりとかその会社の中でよりその生産性上げれるような人っていうのはですね、他社でももちろん生きるし副業やってもですねものすごい生きるし、結構サラリーマンって強い面すごいあると思ってます。なので一概にねこうなんかね、サラリーマン全員ダメだみたいなのは全然なくって、それ自分自身強く思いますね。で、会社員時代で、こういうことやってて副業に生きたよっていうことなんですけども、やっぱ言い訳しないとかですね言い訳しないって言ってもなんかこう無理なんだよ言い訳しないっていうわけではなくって、例えばその会社の中で例えば上司が言うことを聞いてくれないとか上司が提案を受け入れてくれないとか、なんかこう上司に対する不満があったりとかすれば、別に上司を説得する方法を考えたりとか、さらにその上司の上のね部長に相談してみたりとか、ちゃんとそのネゴシエーション取ってうまくやるとかですね、なんかもう文句を言って例えばモフさんみたいな上司がいたらいいです羨ましいですとか、なんかそういうふうに言う今の上司はダメでとか文句は言うんだったら、じゃあ自分自身がそういう上司になればいいわけで、そいつを蹴落としてねでそれか上司を変えるかですね、それか自分自身がそういう理想の上司になったりとか、そういういろんなね方法があるわけなんですよね。だから言い訳せずになんか自分自身で変えれるその自分が主体に考えるっていうのがすごい重要なんですよ。でやっぱこう自分が主体にならなかったらその周りの影響で、全て人生決まってしまうと思ってる人がほとんどなので、自分のできることってね実は結構いっぱいあるんですよね。だからそうやって解決していくっていうのはすごい重要なんですよね。そうやってそれを積み重ねることでスキルアップもするし、で本当にねクソ上司みたいなのがいっぱいいて会社はゴミみたいなんだったら、それはやめりゃいいと思いますよね。それ無駄な努力なので。だからそういう見極めも重要ですけども、まずは自分で変えるっていうのはすごい重要だと思います。であとは自分で判断するんですね。よくねどうしましょう何々課長どうしましょうとかねどうしたらいいでしょうかとか問題が起きましたとかそれあるんですけど、どうしましょうっていうよりもこういう問題が起こってこうしたらいいと思うんですけれどもこれでいいでしょうかっていうイエスかノーかでこう聞くみたいなのを常にやればいいですよね。だからそうやってまず自分で判断してそれが正しいかどうかをジャッジしてもらうみたいな感じで、間違っててもいいんですよね。まず自分で考えて
どういうふうにすべきかっていうのを考える。それはねサラリーマン時代はねすごいまあいろいろ言われてはいたんですけども、やるとねやっぱむちゃくちゃね変わるんですよ。だからその絶対、自分自身で一回ジャッジをするんですよ。判断してそれを、確認するっていう。まあ絶対ねそうした方がいいし、そうしないとただのロボットになるんですよね。問題起きました、どうしましょう、ウェーってねまあそれはそれでそういう人いても別にいいですけれどもそれはねお前ロボットかって、そういう人はまさにその人工知能とかどんどん置き換わっていきますよね。だからまあ自分で一回ジャッジして、だから逆に部下がねどうしたらいいでしょうって言ったら、まずまあどうしたらいいと思うって聞いてみたりとか、そういうのを絶対するといいと思ってますね。であとまあよく僕も会社時代言われたのは、まあ、2つ上の上司の立場で考えた方がいいよってやっぱり言われてて、まあ自分が初心者であればその、2つ上の、係長の上の課長さんとかね、課長さんの立場でどうやって考えるのがいいかとか、そういうのをね考えてみたりとかして、なのでもうそうすることで俯瞰的な立場からしてですね、そうやって、見ることができて、それで、勉強になるっていうか、まあ、自分がもし課長だったらどうしようとか、自分が部長だったらどうしよう、まあ、そういう目で見るとですね結構役に立つかなって思ってますね。あとこれもねすごいいいのはあの会社全体をですね、俯瞰してみてジャッジする。それがねすごい重要で、できる人もやっぱ少ないですね。その自分の部署のとか、ね、自分の仕事だけ考えてる人がやっぱ多いので、そのねその個別最適を得るんじゃなくて、その総合を全部こう見て、じゃあどうするのがいいのかっていうのをジャッジできる人ってやっぱ稼げますよね、圧倒的に。なので A っていう部署と B っていう部署と C っていう部署があって、まあ、A の部署はこうするとこう問題があってちょっと大変ですよねと。でも B と C の部署から見るとメリットがものすごいでかくて、そう ABC 全体で見た時にこの会社の総合力アップするんで、申し訳ないんですけども、大変なの分かるんですけれども、こういうことどうでしょうかみたいな提案したりとかね、そういう一応ダメなの分かってるけどっていう理解をやっぱこう示すね。そうやってそれでやっていくといいかなと思ってますね。あれ固まりました。なので、そういう俯瞰してみるとやっぱ自分だけでなくていろんなこの会社のことが分かったりとかするんで、いけると。なので会社員やりながらも意外とこう、もうその中でね、死ぬまで働くっていうのは全然ダメだと思うんですけども、会社にいながらも自分でその考えて行動する。でさらに付加価値を高めるっていうような人材の働き方をしておくと、かなりですね、稼げる可能性が出てくる。副業でも生きるんですよ。だから本当に、日々働いてることで自分だったらどうやってその生産性上げるか、自分だったらどうやってその作業を減らすかとかですね、なるべくその自分の働く時間を圧縮して、それで、アウトプットを高めると。で副業やるにはやっぱどうしても時間を割かなきゃいけないし、副業の方に取らなきゃいけない。なるべくねこう残業を減らして、それで、本業残業を減らしてですね、本業を圧縮して、でアウトプットの量を変えずにですね、でその空いた時間で副業するとか、そういう風にするのがすごい重要ですね。でそうやってる人は全然っていうか、むしろ会社の中の枠にねこう大企業の中にこう収まってるよりかは、年功序列とかいろいろあるんで、その枠を取っ払って、自分でこうやった方が稼げる人の方が多いかなって気はしますね。ってな感じで、サラリーマンやってる今方多いと思うので、全然サラリーマンやり続けてもいいですけども、そういう日々の仕事を見直して、いかにこうアウトプットを高めるかとか、いかにこう生産効率を上げるかっていう考え方しておくとですね、その潰しが効くというか、どこ行っても通用する、その会社の中でしかね、ないような限定的な仕事をずっとやってるとなると、その仕事がなくなったら次他潰しが効かなくなっちゃうんで、その仕事やりながらもですね、付加価値高めれるような方法っていうのは常に考えた方がいいですね。で、副業で大切なことですね。じゃあ副業やってみたいよって言って稼ぎたいよっていう方は結構いるので、どうやってその稼げるのかっていうのはまずね、やっぱ目標を決めた方がいいですね。将来どうなりたいかとかですね、どれぐらい稼ぎたいのかってできるだけね、具体的に目標立てた方がいいですよ。結構モフさんだったらどうしますかとか聞いてくる人いるんですけども、そんなん知らんわっていう感じでその人の人生自分の人生なんだから、自分でまずどうしたいか考えろと、そういうのが先なんですよね。だから結局
いくら稼ぎたいかとか、どういうふうにしたいか、それがね重要なんですよ。例えば別に稼げなくてもいいけどゆっくりした時間取りたいとかね、そのいろんな人生があるんで、例えば1000万月1000万稼ぎたいとかね、自分がやりたいのは月1億欲しいとか、まあいろんな人がいて、別にそれはどうなんでもいいんで、どうやってどういう人生ね、家族とかね、家庭とかね、時間配分とか、まあそれがすごい重要で、結構まあ言われてるのは、その生活を送るのに必要な資金がですね、逆算してどれぐらいかっていうのを出すといいですよね。固定費がどうこうとか。だからそういう具体的にやっぱイメージして、じゃあこういう生活するためにはこれぐらい必要だっていう、その算出とかがね結構重要だっていうふうに言われてますね。できるだけね具体的にその生活とかイメージして紙とか書き出したりすると、そういう自分のなりたいような自分に自然とねこうやっぱナポレオンヒルとかの思考は具現化するとかね、そういう話すごいあるんで、だからもうできるだけねその自分がどうやりたいかっていうのを本当潜在意識にすり込むぐらいまで考えておくと結構できると。結構ねとりあえず月100万とかねやっぱ多いので、そうなってくるとやっぱこう現実性は薄れますよね。その100万がなんで100万必要なのかとか、例えば70万じゃダメなのかとか、だからそういうとにかくできるだけイメージした方がいいですね。スポーツ選手とかもね金メダリストになるんだってね、やっぱこう強い意志を持ってそのイメージトレーニングとかね、試合の前とかもそのイメージトレーニングものすごいやってますよね。結構そのイメージトレーニングすごい重要ですよね。でこれがねまたちょっと抽象的に見えるんですけど、強いマインドを持つっていうのがものすごい重要で、強いマインドとは何かっていうと、絶対にこう成し遂げるようなですね、絶対にこれを成し遂げるんだっていうようなですね、すごい強い意志がやっぱすごい重要ですね。どうしてもね絶対俺はこれを稼ぐんだとか、絶対こうなるんだみたいな、絶対俺はこうやりたいんだみたいなね、それをねこう持っとくのがものすごい重要ですね。で、その意思がなければねやっぱこう簡単にねできるもんじゃないんですよね。副業で稼ぐってやっぱ難しいので、でその意識はやっぱ常に持ち続けるんで、もう紙に書いたりとかね、とある人はトイレに貼ったりとかね、なんかこう毎日それをこう言葉に出して読むとかね、そういうのを常にいろんな工夫成功してる人はやってますね。自分もそういうのやって読んだりとかしてるので、そういうのやり始めてから結構その稼げるスピードが上がってきましたね。そういうのはもともと知らなかったので、その成功してる経営者の人がねこれいいよとかこういうのいいよっていうのを言うと、もう本当、とにかくやってみるっていうのがよくって、自分自身もそうやってやってきてですね、いいものは残して、悪いものはねやめてみたいな。だからそういう結局マインドを持ってるっていうのはすごい重要で、結構ねそのいろんなやっぱ稼ぐって大変なので、なんかこう成し遂げるためにやっぱどうしてもねこう、犠牲は必要なんですよね。どうしてもやっぱこうなんかこう飲み会を出ないとかね、なんか友達は遊んでる中ね一人自分で、自分だけはこうコツコツ本を読むとかね、なんかやっぱ遊んでる方が楽しいので、だからそこはね、一時の快楽を取るか、もうちょっとこう長い長期的な目で見て、自分はこれを成し遂げたいから今これをやると損だっていうような見方ができるようになるまでですね、具体的にこう見ていかないとやっぱ心折れるというか楽な方に流れちゃうので、だからその短期的に遊ぶっていう楽しい欲求と長期的な目で見て自分が人生幸せになるっていうのをどっちが取りたいかっていうね。なので長期的な目線でやっぱこう見た方がやっぱりどうしてもねそういう誘惑っていうのがあるんで、そういう強いマインドっていうのがすごい支えになるんですよね。だから絶対ねそのまずはねマインドを持たないとやっぱちょっとやってちょっと稼げるような甘い世界ではないんですよね。そういう世界であればねいいのかもしれないんですけども、で、とにかく具体的にねイメージして、できるだけやっぱこう潜在意識にすり込むっていうね、みんな言ってますし本当やってるので、ぜひねそれを、やってみて、今日紙にねやりたいこととかねやりたくないこととかどういう人生を送りたいかとか何が欲しいかとかもう思いつくまま書いてですね、それを毎日眺めましょうっていうようなのがあるんですけど、大体ね、それ書いて、1年か2年後ぐらい毎日見たりとかすると、それが実現するっていうのはねよくある話ですね。自分自身もかなり実現していってるんで、ほぼ実現していってますね。だからそういう、紙に書き出すことが重要なので、とにかくね書いた方がいいですね。でやっぱりね簡単には稼げないんですよ。
楽してみんな儲かる方法ってあればいいですけども、やっぱ平均年収っていうとやっぱ350万ぐらいなんですよ、中央値ね。ってことはやっぱりこう全員が日本全員がね月100万こうベーシックインカム入れようが何しようがね月100万全員が楽して稼げるみたいなのが絶対ないんですよね。なのでやっぱそういう時代は来ないと思った方がよくって、だからまあ少しでも稼ぎたいって人多いと思うんですけども、楽して稼げるってまずないんですよね。でやっぱりお金っていうのはやっぱこう付加価値、なんかやっぱこう経済っていうか当たり前 GDP とかなんですけど、何か付加価値に対して対価を得るっていうのがやっぱこうお金になるので、やっぱこう付加価値を生まないものに対してはですね、やっぱお金っていうのは簡単には得られないんですよ。だからやっぱこう100万円とかね月100万稼ぐってなると、それなりのすごい付加価値を出さないとそれに見合った対価ってやっぱ得られないと考えた方がよくて、やっぱこう楽してねこう稼ぎごうみたいなね、こうなんかクリックするだけで100万とかね、こうなんかこれをやるだけで裏技でとかっていうと、ほぼそれ詐欺なので元でなく楽に100万とか。だからやっぱり、その概念が楽して稼げるってことはないっていうのと、みんな稼げるっていう仕組みは絶対に金輪際ありえないっていうふうに思っておかないとカモになると。詐欺する側だけ絶対儲かるんで間違いなく。だからそこをね結構勘違いする人がいて、なんか裏技あるんじゃないかとか、なんかモクさん楽してこう儲けてんじゃないかとか、なんかこの人はねこうスペシャルな技があるんじゃないかとか思う人多いですけども、残念ながらないですからね。そういう方法昔であればちょっと一部の人だけ知ってるようなちょっとした裏技あったりとかあるんですけども、今のこのツイッターとかネットがねこんだけ発達してる中で全然広まりもしなくって、その人だけ、確実に月100万とかねそういうの稼げるような手法っていうのはまずないんで。だからそういうのにやってで、今日もねニュースなんか電子マネーがなんかね月30万かなんかで30万取られたみたいなのありましたよね。なんかやっぱそういうのもやっぱこう本当に、あまり勉強してない人は簡単に稼げると思っちゃうと思うんですけども、だから本当にね失敗して楽に稼ごうというと奪われるんで、本当気をつけた方がいいですね。であと副業で稼ぐんだったらやっぱいろいろ興味をスーパーチャットありがとうございます。大変勉強になります。ありがとうございます。はい。いろいろやっぱ興味を持った方がいいですよね。やっぱこう稼ぐ方法っていうのはやっぱ一つでないので、ありとあらゆる方法で副業を稼げるので、その中から何をするかっていうのが本当に重要なので、いろいろ興味を持ってやってみた方がいいですね。でやってみないとねどれが自分に合ってるかってわからないし、いざやってみたら楽しいと思ったけどつまんないとかもあったりとかするので、本当にねいろいろ興味を持ってやってみた方がいいですね。でやっぱりやらなきゃわからないし、それをね結構僕に聞いてくる人もいるんですよ。おすすめの副業はありますかとかね、おすすめの副業はありますかって聞かれて、結局イメージ的にはなんかおすすめのスポーツありますかっていうなんかね年齢も性別も全くわからない人から聞かれるようなもんなんですよね。例えばね全然わけのわからないなんかツイッターとかで知らない人からねおすすめのスポーツありますかとか言われてもね、何をしたいのかね、楽しみたいのか金稼ぎたいのか、なんか例えばなんかこうねゲートボールおすすめですよとかね言ってもね別にゲートボール高齢者だったらいいのかもしれないけど、若い人でゲートボールなんかやってもしょうがないので。なのでおすすめのね副業ありますかみたいなことを聞いているのは僕自分で考える能力っていうのないんで、これダメですよね。全く稼げないんですよ。だから副業って言っても例えばね月100万稼ぎたいっていうとまずコンビニのバイトとかじゃないですよね、選択肢としては。ただ本当月に少し1万でもいいから稼ぎたいみたいになってくると、全然コンビニのバイトでも目的を達成するわけなんですよね。だから別に一概にコンビニのバイトが悪いとか、なんかマックのねバイトが悪いとかそういうの全然なくって、目的どういう風になって何をしたいか、さっき言いましたけれども、そこに対してじゃあどの手段取るのがゴールなのかっていうの考え方がないと、もうなんか何に思考停止で丸投げで「おすすめの質問なんですか?」って感じになるんですよね。バカかって思うんですけども、でもほとんどの人がそうなんですよ。だからそれをね一歩抜ける、考えるだけでもかなりそれを抜けれるっていうところなんですよね。でやっぱこう自分で調べる方法っていうのが重要ですと。
やっぱググれば分かる質問してくる人がいるんですよね。なんか証券会社で18歳以下でも口座開設できますがとか、なんかまあそういうね、なんかこうググれば分かるような質問っていうのをまあしない方がいいですし、それは相手のこう時間を奪うことになるんで、それはね、ほんとやめた方がいいっすよ。だから自分で調べるっていうこともねスキルなんで、こう安易に人に聞いてその人の時間を奪って、で自分の成長する機会もなくなってるわけなんですよね。それすら調べらんないみたいなね。で、これね、本当その通りなんですけど、自分で調べられない人は稼げないんで、まあ、諦めた方がいいですね。これ間違いないんですけども、自分自身でググって調べる能力すらない人が、お金をそのさっき言った付加価値に対して対価を得るっていうことなので、その付加価値に対して対価を得るってことはやっぱそう付加価値をつけるってすごい難しいことなんですよね。それもうこう検索すらできなくて自分で問題を解決できない人がですね、その稼げるほど甘い世界ではないんですよ。だからそれならもうやめた方がいいですね。無理なんで。うん。で本当自分の頭で考えて、まあ、それでね、まあ、間違ってるかどうか確認するとかであればまだわかるんですけども、だから本当に自分で調べる能力っていうのも重要で、だから僕とかはむちゃくちゃいろいろ情報知ってますねって言われるんですけども、知ってるわけじゃないんですよね。むちゃくちゃ調べてるんですよね。調べてるからこそ分かるっていうか、でその調べまくってると調べるスピードも上がってくるんですよね。だからそういうなんか全てが頭に入るってことはもうありえないし、まあ、弁護士さんだってね、その、六法全書みたいなの全部入ってるわけじゃなくって、それ自身それを知っててどう検索の仕方とかを見て文言わかるとかね、第何条なんとか、だからそういう自分自身で調べる能力っていうのはすごい重要ですね。なのでできるだけね調べて、自分で解決した方がスキルも上がると。あとは正しい方法を身につける。これね、難しいんですよね。正しい方法を身につけるっていうのはすごい重要で、まあ、結構我流で稼げる人もいるんですよね。いますよね、ボクサーとかなんかもうフォームもぐちゃぐちゃだし、なんだかわけわかんないけどすげえ強えみたいなね。そういうね、なんかこう、一部プロフェッシなんかこう、ずば抜けた人はいるんですけども、でもやっぱこう、正しい方法っていうのを知っといた方が絶対伸びるのは早いんですよね。ほとんどの人は。だからそのなるべくね正しい方法で、伸ばすってのがすごい重要ですと。でここでやっぱこう問題なんですけども、正しい方法って何っていうのがあって、それをね調べるのが結構重要なんですよね。でまあそれもそのみんな自分の方法が正しいって言ったりとか、この会に入ると私のコンサルで情報商材これを買えば正しいとかいろんな方法があるので、ただどれが正しいかって初心者だとわからないですよね。だから本当にね、その見分け方はありますかとか、その正しいやり方の方法、見分ける方法とか、正しい不動産屋さんを見分ける方法の質問方法とかなんかいろいろ聞かれるんですけど、そんなのないので、やっぱりその正しい方法っていうのをどうやって探すかっていうのはすごい重要ですね。だからまあ、常に、自分のやり方が正しいかどうか、それを常に模索して、最短コースを狙うっていうのはすごい重要だと思います。だからまあなかなかねその正しい方法っていうのは難しいし、答えもどれが正しいかってもう人によったりもするので、だから常にですねこれ考えながらでないと、自分のやってる方法がねなんかこう全く無駄ですごい遠回りしてるケースってあったりするんで、まあ、この前ちょっとブログの話しましたけども、僕も正しくない方法でブログを始めて、最初にブログ作るのにワードプレスっていうものを作り始めてしまったので、全く正しくない方法で始めちゃったので、まあ、誰しも間違えることはあるんですよね。だからまあそういうのは本当に、気をつけないといけないし、常に誰しも間違う、それによって時間を奪われたりとかお金を奪われる可能性があるので、本当にですね、難しい問題だと思います。であとはまあこれもね前ちょっとやったんですけど、やっぱコツコツ続けましょうってことで、まあ、結果すぐに出ないので、コツコツですね試行錯誤をして正しい方法でやり続けるっていうのはすごい重要ですね。でまあ思考停止でやり続けるっていうのもまあ時にはいいのかもしれないですけど、でもまあそれでねやっぱこう日々やってることをこうブラッシュアップして、サイさんどうもありがとうございます、1万円ありがとうございます。すげえ。やっぱ正しい方法でこうやり続けるのは、重要な思考停止でやっぱやり続けるのはですね、すごい危険なんですよね。
だからどうしてもその思考停止でやると楽なんですよ。毎日ブログ書くとかね、毎日動画1本上げるとか、思考停止でやるとすげえ楽なんですよ。すげえ楽なんですけども、それがね答えであるっていうのは全然違うんですよね。だから常にその考えながらですね、僕の言ってるキーワードマインドを持つっていうのとやっぱ考えて試行錯誤するっていうところなので、常にその考えながら試行錯誤してですねやっていかないと、思考停止状態でやり続けるとですね、それがその正しい方向でないとね失敗すると。だからであとはちょっとずつ成長していくので、それがねなかなか分からなかったり、成長曲線とかね急にこうバーッと上がるっていうのがあるので、下火っていうかなかなかこう下積みの時間が長いっていうのがあるのでですね、本当に、やる方が必要ですと。なので、コツコツですね続けるのが、副業本当に重要ですね。であとね仲間を作ろうっていうのは、ちょっとさっきコメントで出てたんですけども、やっぱ仲間作った方がいいですね。一人だととてもハードだし心も折れるし、やっぱ特にねこう会社経営とかね、経営ってそのサラリーマンの発想とマインドが全然違うんで、だからなかなか話も合わないんですよね。でね、飲みに行ってもやっぱこう会社の愚痴とか上司の愚痴みたいなのばっかりで、だからそういうのにこう溺れないようにですね、そういうのばっか聞いてもダメなので、やっぱりこう仲間をですね作って一緒にその高いところを目指す仲間ですね、そういうのをまたスパチャありがとうございます。そういうのがすごい重要ですと。で同じ目線を持つ仲間ですねが絶対作った方がいいですね。僕もずっと一人で不動産投資とか2016年までやってたんですけども、やっぱりそういうなかなか仲間作った方が本当にね一人でやり続けるよりも仲間作った方が飛躍的にやっぱこう成長したので、本当にね重要でしたと。でそういうのでですね飛躍的に成長するきっかけになったりとか、常にねその仲間でグループで、お互い同じ目標に励まし合ったりとかね、情報交換し合ったりとか、そういうのは本当になった方が絶対いいですね。仲間はどうやって見つければいいですかっていうのは、それもね考えましょうと。そのなんかね、ドラクエ4とかでね、ドラクエ3とかでルイーダーの酒場に行けば見つかりますよとかっていうね、そんな解決方法なわけないですよね。だから仲間どこにいるかってね、どうやって自分で仲間探すかってまず考えた方がいいですよね。だからね、ほんとドラクエみたいなね、友達はどうやって作りますかとかね、答えがあるわけじゃないですよね、そんな。答えがあればね、いや、あそこにね、あそこのルイーダの酒場に行けばね、選手とブドウ家がいるから仲間になるよとかね、そういうのを言えるんですけども、仲間を探し方なんかね、別にセミナー行ってもいいし、別にサロン入ってもいいし、ツイッターやってもいいし、何やっても全然いいですよね。だから本当に、どうやれば仲間見つかるか、まず考えて、実行してみりゃいいですよね。そんな答えなんかないですよ、簡単に。であとは経営者と会ってみようっていうのもあって、不動産投資家とかですね、本当会社の経営者とかね、そういう人と会ってみるとねやっぱこうすごいいいっすね。本当ね経営者いろんな方いていろんな成功をしてる人がいるんで、そうやって、勉強することでですねかなりやっぱこう自分自身もねこうなんか感化されるっていうか、それで刺激を受けてね、一緒にいるだけでちょっとなんかこうモチベーション上がったりとか、この人すげえなみたいなね、そういうのがあるんですよね。だから本当にいろんな人に会った方がいいですね。で実はね本当成功者もねいろんな人がいて、本当ね別になんか学歴がどうこうとかそんな関係ないんですよね。で、よく言われるのはやっぱこうよくいるその周りの5人の平均の人は平均年収が自分の年収になるとか言われたりとか、よく言われるので、だからそのお金持ちの人とやっぱ行動しているとですね自然とねお金持ちになるっていうのはありますね。そういう考え方を得て自分で実行するとか、そういう前提なんですけども、でやっぱそういうお金持ちの人と一緒に行動できるようになるためには誘われなきゃいけない、仲良くならなきゃいけないっていうのがあったりとかするので、本当にそういう人からも認められるようなマインドであったりとか、こいつ頑張ってるから教えてあげようみたいなね、そういう思いに思われないとやっぱ一緒に行動することすら困難なんですわ。スパチャありがとうございます。だからできるだけねその行動一緒にいるだけでお金上がるわけじゃないですけど、一緒にいることによっていろんな影響を受けてね、それをこう試行錯誤して教えてもらったりとか、そのモチベーション上がったりとかでそれで、年収上がるんですよね。で、成功者のやっぱこう共通点はやっぱ本当ねマインドですね。頭がいいとかね、学歴があるとかね、資産があるとかね、なんかこの資格がとかそんなの全然関係ないですね。だから、本当に
成功したいそのバックグラウンドでこの能力があると絶対いいとかっていうのはないですね。だからどうしてもみんなにチャンスは平等あると思った方がいいですね。よくまあね、モクさんは才能があるからいいとかよく言われるんですけども、その才能とかなんかこうなんだろう、努力するも才能とかなんか甘えてるやつらがいるんですけども、まあ、そういうことではないですよ。だからやっぱりね、いろんな、まあ、学歴とかで言うとね、りょうさんとかね、全然大学とか出なくてもあんだけ頭いいですし、本当にお金持ってないとこからどうやって稼ぐかとかね、そういうマインドを持ってですね、いかにこう稼げるか考えて、お金欲しい、じゃあこうやって稼ごうみたいなね。例えばね、子供の頃なんかファミコンのソフトをね、背取りみたいなのやり始めて儲けた人とかもね、もう子供ながらにどうやったらお金稼げるんだろうっていうのをやって、それでね、そういうふうに自分自身で動く、考える、行動するっていうのを、どんどんやってくると。だからまあ本当にね、成功してる人はいろんな人いますよね。不動産投資でも最初全然区分マンションとかから始めた人ではむちゃくちゃ稼いでる人とかもいるし、本当にこれやったからダメとかもないし、これやったからどうっていうのもないので、まあいろんな経営者と会ってみてね、どうやってその人が成功したのかとかですね、どういう考えをしているのかとか、どうやって行動してるのかとか、僕はすごい聞いたりとかしますね。で、まあ、ちょっと稼げるようになってきたらっていう話をしますね。ここでね、結構失敗する人多いんですよ。まあ自分も今この過程にあるんですけど、まだまだ、そんなに稼いでるわけは他の人に比べると稼いでるわけないんですけども、稼げるようになってきたらっていうのがね、結構重要で、まあ副業で稼いだお金はね、もう自分のお金ないと思った方がいいですね。まあまあなんかこうなんだろう、なんかドラクエのね1ゴールドみたいな、そのなんか別の通貨の単位でなんかあるぐらいの感じにしておいた方がいいと思います。でやっぱ副業で稼ぐとね、どうしても使いたくなっちゃうっていう人がいるので、そのあぶく銭になっちゃうんですよね。だからまあ本当にね、それを自己投資とかに使ったりとか、さらに稼ぐ投資に使ったりっていうのがすごい重要だと思ってますね。中にはね、やっぱこう永遠に入ってくるこう楽視っていう、そのなんかやっぱ稼げるようになってずっと10万円とかずっと100万円入ってくるから永遠にこう入ってきちゃうみたいなね、もう思いになっちゃって、そこで油断してしまって、なんかこう手を抜いてしまったりとか、そこでねこうこけてしまうっていう人結構いるんですよ。でまあ結構ね、気を抜くとやっぱそこから転げ落ちて、でそこからねまた盛り返すってものすごい大変なんですよね。そう維持する、こうキープして稼ぎを維持する力よりも、その手抜いて一回下がって戻すパワーってものすごい重要な、ものすごいかかるんですよ。だからなるべくその落ちないようにやっぱこう気を抜かずに、どんどんやってくるっていうのが、いいと思いますね。なので本当ね、例えば Google の検索変動したとかですね、なんかアフィリエイトとか、まあそういうのがあったりとか、まあ不動産投資でいうと、まあ不正がバレたとかですね、まあいろんなことがあるんですけども、やっぱもう副業で稼いだお金どうしても使いたくなるんですけども、やっぱこう自己投資使った方がいいですね。さらにそれを自分をこう上げるような。であとまあ同じような話なんですけど、固定費もやっぱこう上げない方がいいですし、やっぱこう調子に乗って、例えば車買ったりとか引っ越ししていいとこ行ったりとかですね、まあそういう風になってくるとどうしても固定費上がってしまうんですよね。そうなるとね、本当収入が下がった時にやっぱこう収入上がっても固定費こう同じ上がってると貯金できないので、できるだけこう収入上がっても固定費は一定ですね。でこの差分が収益っていうかその貯金になっていくので、だからまあなるべく固定費を上げずにですね行った方がいいです。僕も、まあ、ちょっと知ってる人は知ってると思うんですが、サラリーマン辞めて車手放したりとかしてるんで、だからそういう車のねその保険とか車検とかね、あと駐車場代とかむちゃくちゃまあ高いかったんで、まあ、そういうのを手放して、まあ、固定費むしろ下げたりとかね、まあサラリーマンっていう安定した収入がなくなるんで、こう YouTube とかいつまあ吹き飛ぶかもわからないっていうのがあって、まあ、そういうふうに固定費を上げずにですね、なるべくそのやった方がいいと思ってますね。で、まあ、稼ぎ始めた初期ってどうしてもやっぱ気が大きくなったりとかするので、だからまあそういうのはねやめた方がいいですね。で固定費上げるとやっぱ下げるのむちゃくちゃ大変なので、やっぱこう生活レベルはねなるべく変えない方がいいですね。もう本当に本当にもう死ぬまで遊べるぐらいの金入ってくるようになったりとかしたらやった方がいいかもしれないですけども、でまあ十分その稼ぐのはその使うのはやっぱこう十分すぎるほど稼いでからいいかなと思ってて、まあ、僕も全然使ってないんですけども貯めてまあ、使うのはいつでも使えるので、まあねその8090になって使うっつってもねしょうがない
と思うんですけども、まあどっかでね40とか50とかで使おうと思えばまあ全然使えばいいかなとは思ってるんですけど、まだ今その使うフェーズではないかなと思っていて、まだ次の投資ですね、例えばまあ会社買収するのに使ったりとかですね、人雇うのに使ったりとか、いろんなまあコンサル入れてみたりとかいろいろ使い道あるんですけども、まだその事業に投資するっていうところでしかまだやろうとはしてないですね。で、まあ、お金できるようになって、まあ、ある程度成功してきたら、まあ、よりですねそのいろんなそのすでに経営してる人にですね会いに行くといいですね。でまあ本当に成功してる人にやっぱ会いに行った方がいいし、まあそのどうやったら会えますかってよく言われるんですけども、やっぱり向こうから興味持ってもらわないといけないので、だから自分とかで言うと本当にちょっとずつ関係を作っていって、向こうが僕に興味もらって、僕がまあギブできるようなものができてから初めて会いに行くようになるべくしてるんですよね。まあ、そういう戦略っていうか作戦をね向こうになんかただ単に会いたいっていうと、それはもう自分のそのなんだろう、自分の欲求だけじゃないですか。いろんな人から会いたいって言われるんですけども、それ俺にとって何のメリットあるんですかっていうのがほとんどなんですよ、僕の場合。だからその自分の時間っていうのは限られてるんで、その相手の時間をちゃんと考えて、その会うことによって相手に対してもメリットを提示できないとですね、まあ、そういう誘いを僕しないようにはしていて、で相手に興味持ってもらえばむしろ声かかる場合もあるんで、会いたい人から。なのでなるべくですねその向こうから興味持ってもらえるようにそういう人に興味持ってもらうのはすごい重要ですし、興味持ってもらってないんだとするとやっぱこう僕はあんまりそう積極的にはいかないですね。まあね、誰だかわからない人には会いたくないって、まあ、結構ねいろいろ弟子にしてくださいとか言われたりとかもなんかねこうするんですけど、それ何のメリットも僕ないのでメリットあることしかやらないわけじゃないですけどね、考えてみれば分かりますよね。なんか自分自身ね見ず知らずの人から急に弟子にしてくださいって言われて、いいですよって言わないですよね、あなた自身も。だからそれはやめた方がいいですし、むしろこういうことできるから一緒にこうね教えてくださいとかであればまだ可能性あるかもしれないし、まあ、そういうのねうまくやれる人はうまくやってて、僕のね動画編集してくれてる小山さんっていう人もですね僕にこうアプローチ取ってきてもらって、で今僕の動画ずっとコラボとかの動画編集してくださってるんですけども、そういうのも本当メリットお互いメリットあるので、そういうのであればね本当お互い助かるなっていう感じになって本当感謝してますけども、そういう関係であればね自分は動画編集してもらって、助かるし、向こうはね僕の動画編集して、まあ、そこから編集のビジネスを立ち上げるっていうようなところで、実績としてこうねポートフォリオになるんでっていうので、まあ、お互いにこうメリットあるようなものであればまだ可能性全然あるんですけども、誰だかわからない人に急に会いましょうとかね、急になんかこう飲みたいですとか言われてもまず500%ないんですね、それは。まあそうやっていろんな人に会いに行って、で実際に成功されてる人からですねその体験談を学ぶっていうのをすごい、やってきましたと。で、まあ、必ずね停滞する時期が来るんですよ。何やってもね伸びないとかね。これスポーツやってた方なら分かるかもしれないですけども、こう何やってもこうなんだろう伸びない時期ってあるんですね。例えばまあマリオカートでも何でもいいんですけど、なんかタイムアタックとかしててもうなかなかねこの1分の壁が切れないとかね、なんかこうマラソンとかでもこのタイム切れないとか、なんかもう絶対スポーツとかでもやってるのは絶対壁が来るんですよね。まあその副業に関しても絶対ねこの壁ってのができて、ここを超えるその例えば月20万以上伸びないとかね、絶対そういう時期が来るんですよね。でもまあ本当そういう時もやっぱこう諦めずに試行錯誤してコツコツやる続けるのがすごい重要で、まあ、そうすることで、まあ、ある日突然ねこう超えれる時が来るかもしれないですよね。だからやっぱりその継続してやることで、壁を越える日が来るかもしれないと。ただまあ本当に限界である可能性もあるので、そこはまあよくね見極めた方がいいですね。まあでもよくねその才能がどうこうとか言われるんですけど、そのオリンピックとかで金メダル取ったりとかその日本代表になるとかであればね、そのなんかこう日本トップクラスその1万人の中の1人とか、まあそういうなんかこうね競技者、そのプロ野球選手でね松坂大輔とか、まあそういうなんかこうトップ何パーみたいな人はね本当才能とかなんかそう運とかむちゃくちゃあると思うんですけども、でも本当副業で月50万とか100万とか稼ぐレベルであれば、それよりもやっぱこうマインドとか本当継続力とかの方が、重要ですね。才能でいけるような感じではないですね。結構ねスポーツとかあればね本当才能がすごいあるんですけども、まあ、稼ぐ力をもう才能ですとかいうやついるんですけども、まあそれはなんかそれ全然ビジネス知らないなっていうイメージがありますけどね。なのでまとめると長かったですけど今45分ぐらいやってるんですけどもまとめると、まあ、強いマインドを持ちましょうと。
本当にまあさっき言ったみたいに紙に書いてね、どうやりたいとか目標何とかね、絶対これを成し遂げるんだみたいなね。だからこれをね、やることですごい重要ですし、まあなんか心折れた時とかあったとしてもこれに立ち戻るんですよね。どうしてもこれをやりたいかどうかっていう。でそれぐらいのこう気持ちがないとやっぱ難しいですね。で、まあ、目標を具体的に書き出そうと。でいろいろ試行錯誤して続けてですね、でまあ稼ぎ始めてからも油断せずにさらに、投資すると、まあ、そんな感じでですね、いろいろやっていくのが重要です。はい、一旦セミナーここで、終わります。質問でも受けますかね。よいしょ。イエーイ。なんかどうなってんだ、なんか今。どうもありがとうございました。むちゃくちゃ早いですね。メンタル落ちた時どうしてますか？まあ、それはのんびりしてますね。ゆっくり気分転換したりとかしますね。まあなんかやっぱこうメリハリは重要なので、ある程度休むのも重要かなと思ってますけどね。やっぱこう機械じゃないんで、まあリフレッシュしてちょっと息抜きで散歩してみたりとかね、そういうのはやっぱすごい重要だと思いますよ。うん。質問あったらぜひ。イールドギャップは気にしてますか？それは気にするでしょ。投資を見てます。紙いいですね。ありがとうございます。砂糖のご飯は買わないで。講師ともに重要な決断をするときに共通している指標はありますでしょうか？指標はないですね。まあ楽しむことですね。楽しいかどうか、面白いかどうか、それは結構重要な指標ですね。はい。パソコンに映す映像の資料作成時間は、オリジナルぬいぐるみを、もうヒロさん来たんですか？わからない。もうヒロ先生大変ご無沙汰してます。なんか昨日飯食ったんですよね。イエーイ。ありがとうございます。最近不動産以外では何か勉強していますか？最近はこうなんか高配当株とか外 ETF の積み立てとか FX とか少し勉強してますね。お仕事を辞める時に躊躇とかしませんでしたが、まあ躊躇はしますよね。むちゃくちゃ考えましたけどね。うん。まあでもまあなんとかなんだろうと思って、まあ自分の場合結構金持ってたんで、本当に10年20年ぐらい何もせずに食っていけるぐらいの金を持ってたので、まあ、そういうのもあったんでしょうね。まあそれでも悩んだので、うん。まあ、自分自身その不動産投資とか不動産結構売却しててキャッシュむちゃくちゃあったんで、まあ、そういうねあったからこそまあ辞めれたとがあったりとかしますね。うん。どれぐらい稼いだらサラリーマン辞めるか決めてましたか？まあどれぐらい稼いだっていうか、別になんか稼いだから辞めるっていうんじゃなくて、サラリーマンでないと研究開発できないっすよ。なんかね、研究会、まあ、プログラミングとかであってもね、本当になかなかその企業にいないと、僕プログラミングではないですけど、その会社でないとできないことがあって、まあ、それを成し遂げるために会社にいた感じですよね。まあ、そういうのがあって、まあ、いろいろ、あったんで、で、一段落したから、もういいかなと思って、まあ、YouTube の事業にかけようかなと思って、まあ、こっち今伸ばすっていうのを、新たなミッションにしてますね。サラリーマンに戻ることあると思いますか？別に、別にサラリーマンに戻ることあると思いますよ、全然。サラリーマンでないとできなくて楽しいことであれば全然戻るし、それは別にサラリーマンだからどうとか、なんか肩書きとかなんかこう、なんかどっかに所属するとか、そういうのに対して全然抵抗はないんですよね。本当に自分が楽しいかどうか、やりたいことができるかどうか、まあ、それが本当に自分の人生にとって重要かどうかと、まあ、そういう目線で見れば別にどこで何やっても全然いいんですよね。
何にでも興味を持つマインドをどうやって作りましたか。それはもう本当に興味持ったことをやってそれが楽しいと思うかどうかじゃないですかね。なかなかまあ興味持ってない人は別に興味、たまたま初めに興味持ったものが成功するってパターンもあるので、何とも言えないんですけれども、ダックダック、これは Y さんかわかんないですけどちょっと心当たりがあるねメンタリストサイさんとコラボしてください。サイさんはなんかこの前会いましたね。むっちゃ「ああもふもふや」とか言われてちょっとビビりましたね酒井さんの10万人じゃない1万人以上セミナーみたいな1万人以上オフ会か。手帳は使ってないですね。YouTube に力を入れるべきと判断したのはどのタイミングですか。去年の12月ですね、一番 YouTube やろうかなと思ったのは。で本当にガチでこれ YouTube 育てようと思ったらやっぱ2月とかぐらいですかね。会社辞めようと思ったのは。講演会とかされないんですか。するかもしれないですね。あんまり今んとこやろうっていう気はないですけれども、結構セミナーね大変なんですよね。今年セミナー2回だけですね。その一般の人が来れるセミナーやったのは、300人ぐらい270人ぐらいか来てくれたっすけども、やっぱ大変なのであんまりやらないっすね。もしやるとしたら LINE アットから募集かけるんで大体すぐに満員っていうかキャパオーバーになっちゃうんで、早めにお申し込みをやる場合は。前職では役職ついてましたか。 YouTube プレイヤーなんか早くてよく見えない。2回ともセミナー行ったけど目算目当てが圧倒的に多かったっす。ありがとうございます。あんまりセミナーやらないですからね。街中で声かけられること多いですか。昨日ね梅田で歩いてたらなんか声かけられましたね。子供連れのお父さんに。ネックレスいくらしましたか。秘密です。来た。何に投資しますか今日の動画見てないですねうわ俺によいしょ。一応今日はアーカイブには残そうかなとは思っているので、なかなかね、もうなんか1時間ぐらいになりますね初めて。仕事を忘れて今一番リフレッシュできることは何ですか。ギター弾いてる時か、あと温泉行ってる時とかですね。最近ドライブしてないですけどね、ギター持ってきますかね。ちょっと喉乾いた。いや名古屋でセミナー出版を予定。いろいろ声はかかるんですけども、やっぱ時間がないんですよね。だから本当に昨日税理士 YouTuber さんとも話したんですけども、本当に自分の時間をね何に一番費やすのはね、いろんな意味で最大化できるかっていうのは結構なかなか大変なんですよね。転売ビジネスの印象を聞きたいです。どう思われてるか。転売ビジネスはやってないですけども、やる予定はないですね。やっぱ転売ってやってない人の目線からするとやっぱ誰でもできるんで、誰でもできるし付加価値生みにくいんですよね転売って。だから普通の転売は儲かんないと思いますよ。だって誰でも仕入れて売るだけだから、いかに仕入れるかだけの仕入れ勝負になっちゃうんで、
でなんかヒット商品あるとしたらまあ本当に誰か真似されて他の人がねこう言われる買っちゃうんで、だからまあなかなか難しいと思いますね。まあうまくやってる人はね12年前だと中国から自分で輸入して OEM 立ち上げたりとか、まあいろんなことやって儲けてる人はいますけどね、まあそういうことやらない限りは結構難しいかなって結構思ったりしてますけどね。動画編集代行業界はどう思われますか？どうなんですかね。今稼げてるんですかね。あんまりなんだろう、結局まあ稼げるかもしれないけど一過性のもんだと思うんですけどね。自動編集出てきたりとか、あとは本当その時給労働になっちゃうんで、なんかやっぱ付加価値つけていかないと動画編集だけで食ってくってやっぱ難しいんじゃないかなって気はしますけどね。どうなんだろう。まあ今は稼げてるんじゃないですかね。ただまあそれがね5年後までいけるかどうかって言われるとちょっとようわからんなっていうところですね。まあそういったね YouTube もね5年後どうなってるかようわからんですけどね。トレードはやりますか？トレードってなんだ？トレードって何のトレードだ？台本含めて動画1本作るのにどれぐらいかけているか、動画の内容にもよりますけどね。まあでも資料作るだけだったら30分ぐらいじゃないですかね。まあ、調べる方が大変ですよとにかく。民泊ね、民泊はまあまあ大変ですよね。民泊、福岡の民泊は大変だってなんかこう言ってましたね。やっぱ韓国の影響があって、なかなかねその大変な感じはしますよね。やっぱりなんかこう参入障壁低いものってやっぱ大変だなって思うんですよね。やっぱこう民泊であればねその場所見つけて代行業者入れれば誰でもできちゃうし、まあ貸し事務所とかもね、まあ、とかスペース貸しとかも場所をやってちょっとおしゃれにすりゃ誰でも行けるし、結局ねスペーシーが儲かるだけみたいなそんな感じなので。でまあこう YouTube とかはねなかなか参入障壁が高いんで、特にビジネス系もね高いから、まあまだ付加価値ね自分の動画で役に立つよっていう役に立つっていう目線であればまだまだ戦えるかなと思ってますよね。飛び込み営業をして成功する秘訣は？飛び込み営業したことないの知らん未だに飛び込み営業なんかやってるんですね。だからまあやっぱ楽に稼げるってはないですよ。どの分野はやっぱそれなりに、大変だと思うんで。ただそういった中で常に自分ならどういう付加価値を出せるかっていうのを考え続けるのは本当に重要で、まあ付加価値をいかに高めるか、そうしないとね自分がやる意味ないかなって気はしますよね。来た。今新卒で入るのはどの会社がおすすめですか？知らんわっていう普段どのペースで読んでいるか。本はあんま読んでないですね。月1冊も読んでないと思いますよ。2ヶ月に1冊ぐらいですかね。まあそろそろ1時間経つんで結構1000人以上見てるんですね。ありがとうございます。イエーイすげえな、1000人以上いるんだ。すごい世の中ですね。 YouTube すげえな。
髪型結構突っ込まれますね。まあプライベートっていうか、外出るときは髪セットしてるんですけども、YouTube 撮るときは髪セットしてないんですよね、全くもってだから今日はまあセミナーだし、まあちょっとセットでもしてみっかぐらいの感じでセットしたんですけど、何のシャンプー使ってますか？椿ですね。多分この髪型がいつも外に出る時の髪型ですね。ダックダックダック。なんかこれ Y さんかな、Y さんかな、心当たりあるんですけど、なんかギター10万人ありがとうございます。撮影カメラは、iPhone、 今 iPhone11 Pro ですね。おあ、マジで Y さんだ。イエーイ Y さんイエーイ東京のむちゃくちゃすごい不動産投資家の Y さんってダックダックたまになんかね、本当に凄腕の不動産投資家の人もたまに見てくださってるんで、恐縮なんですけれども、はい、PC はバイオ使ってますね。バイオ最後のソニーのバイオですね。もう何年だ、もう6年ぐらい使ってんのかな。生放送です。6年ぐらい使ってますね。そろそろ買い替えようと思ってるんですけども、やっぱバイオにしたいな。またソニーファンでございます。好きなお酒はカルーアミルクとカシスオレンジです。っていうかあんま飲まないですけどね。ダック動画一発撮りです。正月休みの予定はまだ決めてないですね。何しようかな。またなんか年越し生ライブやりますかね。去年3時間ぐらいなんか謎の生ライブやったんですけど、おせち料理食べながらなんだ、メイウェザーの試合、那須川天心とメイウェザーを見るみたいなね、なんかもう謎のやつやって、なんか5人ぐらいずっと見続けてくれたんですけど謎の年越しライブね、カウントダウンみんなやったりとかね、なんか面白そう。いやー、それでは1000人も見ていただいてるんですけども、そろそろやめますかね。だらけてきたので。よいしょ。あとじゃあ、あと何分でしょう。66分。あと4分でやめます。あと4分でやめます。よいしょ。アーカイブ残すので後で見てみてください。暑い。今年の一文字って何だね。今年の一文字。モフ。年越しライブ。まあアーカイブでも残しますかね。でかいな。またねダックイエーイ Y さん1年ぐらい会ってないですね。1年ぐらい会ってない気がするな。去年のちょうど多分1年前にお会いして以来じゃないですかね。 Y さんだ。でかい。超でかいですよこれ、ほら尋常でないぐらいでかいですよ。このディスプレイと同じぐらいでかいです。ディオン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 。僕編集してないので別に Mac でなくてもいいんですよね。編集できないので一発撮りですよいつも。よいしょ。
ごえおすすめのぬいぐるみ今のバイ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 ウェイ意味わからん。よいしょ。じゃあありがとうございました。終了します。どうやって止めるんだこれ。お、どうやって止めるんだこれ。よいしょ。これか。バイバイ。